最高に面白かったです。まあ一部の人はそう言ってくれてますが、基本的にはそうではないという声の方が多い状態ですね。めっちゃレビュー動画出てます。そうっすね。それが本当に一番ありがたいっすわ。なんかね、キャベツの人って知ってますか？キャベツの人さんっていう YouTube、ゲームのレビュー動画とかも上げてる人なんですけど、あのチャンネルがね、めちゃくちゃ伸びてて、千葉の動画が22万再生ぐらいいってるよね、今。めちゃくちゃありがたいよね、あれ。あの人さ、ちょっと裏話だからあんま言っていいのかわかんないけど、Twitter で DM くれて、動画作成してもよろしいでしょうかって。めっちゃ丁寧な人だったんだよね。で、なんかさ、変に歯に衣着せられてもあれだから、もう全部、言いたいこと全部言っちゃってくださいみたいな感じでやってもらって、あの再生回数なんでね。マジでありがたいっすね。あの人はいい点の深掘りが足らなかった。どうだろうね。逆に言うと、今の千葉にいい点が足りないっていうことだと思うんで、そんなに、どっちかに偏った意見ってことでもなかった気がするけどね。エチチなキャラ追加したらベタ褒め。その可能性はあるな。初期バージョンで攻略できて楽しかったです。今朝、お昼頃のアップデートで、初期バージョンの敵と戦えるマップみたいなのを追加しといたんで、一応初期バージョンでやりたい人はそれをやってもらってって感じですね。こんな感じでもうテストマップそのままぶち込んどいたんで、ここに強い敵配置してるんで、やりたい人はどうぞっていう感じですね。今後に関しては結構大掛かりなシステムの見直しをしないといけないんで、この初期の千抜へのアップデートは一旦休止ですね。で、こっから先はどんどんいただいた意見をもとに、結構根元の部分からしっかり見直していかないといけないんで、ちょっと次回のアップデートとかは時間かかりそうですね。操作難易度下げればめっちゃいいゲームになる。そうだね。基本的に、結構問題がたくさんあるんだけど、その中でも大きく3つあると思ってて、説明不足っていうところと、あと説明できてたとしても、プレイヤーがそれを習得するまでの時間がないよね。このマップ体験版だけでは。今、千葉でできるアクション全部使おうとしたら、攻略していって、どんどん一つずつ技を覚えていってっていう感じだと思うから、ラスボス戦直前の装備というかシステムをプレイしたての人にそのままはいどうぞって渡しちゃってる感じなんで、それプラス説明とか習得時間をしっかりあったとしても、そうなってくると、俺が普段 YouTube とか Twitter で出してる動画、ハイタカがかっこよくプレイしてる動画みたいな感じに最終的には習得していったらなるんだけど、その状態でもまだ問題がいっぱいあるっていう。結局、いつも撮ってる動画とかってかなり演技しちゃってるんだよね。操作で。空手とかでさ、型の美しさを競う演武みたいな種目あるけど、あれになっちゃってるんだよね、多分。俺自身も AI の弱点とか強みを全部分かった上で、いい感じの戦闘になるように、見せプみたいな感じでやっちゃってるんで、結局説明とか習得時間しっかりあったとしても、それでも全然ダメっていう感じ。メトロイドバニアみたいに少しずつ要素、そうだね。まさにそれだね。っていうかね、多分、これからどんどん制作見直していくんだけど、結構設備の数とかがっつり減らした方がいいと思ってて。そもそも設備っていう名前もあんま良くないね。もう普通に、他のゲームでも使われてるアーツとか、そういう馴染みのある単語で全然いいと思う。ちょっとこだわりすぎた。そこは悪い点なんで。あとタイトルもですね、まだ決定してないですけど、ちょっと変えた方がいいかなって思ってますね。これは死にゲーですか格ゲーですか？結構格ゲーっぽいっていうか、ほぼ格ゲーっていう意見が多くて、シングルプレイでがっつり面白く作りつつ、エンドコンテンツで対人がめちゃくちゃおもろいっていうのがやっぱ理想なんだよね。エルデンリングとかはシングルは文句なしで、対人がね、ちょっと、対人面白いんだけど、エルデンリングとかソウルシリーズも。もちろん面白いんだけど、さらに対人深掘りしたいっていう考えてるんですよね。でも一旦、そんなね、対人を見据えて作ってても難しいんで、今回の出てくる敵とかも全部プレイヤーと同じルールで動いてる敵だったじゃないですか。同じ技とか同じ設備。向こうも千葉食らうし、みたいな。やっぱ PVP を見据えてたからってのがあるんだけど、ゲームスピード速すぎる印象。そうだね。ゲームスピードはとりあえず速い。全部。対人戦でいいバランスにしてたら、しようと思ってたらそうなるっていう。メインとサブタイトル逆にして、ライズ・オブ・リベロン、千葉のボラは竜のフルでも行きます。正直ね、千葉のボラバ竜のフルは一回ボツにした方がいい気はしてる。タイトル。だからライズ・オブ・リベリオンも一旦ボツかな。で、全く新しい名前。シンプルなやつ。例えばだけど、このゲーム、戦士のことメイナスって呼んでるじゃん。そのメイナスをタイトルにするとか、もうそれくらい
シンプルにしようかなってぶっちゃけ思ってますね。タイトルをシンプルにすることが結構次の申請地罰の方針の表明でもある。もうちょい直感的な操作にしてっていう風に考えてるんで、タイトルもそれに合わせてって感じかな。地罰入れてほしい。まあ、地罰は入れてもいいけど、まあ、それこそ地罰だけのタイトルとかね。地罰っていうタイトル。やばいよ。初めて視聴者1000人いったわ。なんか、体験版、まあ、出来は悪かったと今客観視して思ってるんですけど、なんかめちゃくちゃプレイしてくれる人多くて、本当に講談社とかに協力してくれたみんなに感謝ですね。一旦注目はしてもらえたんで、ここからどんどんアップデートしていきたいですね。正直方向属性はやりすぎと思いました。パリくらいは手軽さが欲しいです。それ以外は割とそうですね。今ちょっと、まあ、考えてる方向属性を、まあ、地罰の特色でもあるんですけど、ちょっとやりすぎてたなと思ってて、方向属性についての、まあ、これ、今ね、自分の脳内で考えてるだけなんで、正直、この後、今週講談社との面談あったりとか、いろいろあるんで、まだ全然確定じゃないんですけど、方向属性について大きく変更を加えようと思ってて、この青いところですね。まずパリと回避が難しすぎるっていう点で、両方とも方向合ってなくても成功するようにしようと思ってます。例えばパリから言うと、まあ、方向指定しなくても成立して、しっかりリターンが取れる。さらに方向も合わせたら、もっとリターンが大きくなるっていう、そういう方針でいこうかなって、今のところ考えてますね。で、回避の方も一緒で、今の回避って無敵フレームついてないじゃないですか。回避がめちゃくちゃ弱いっていう。まあ、それもわざとやってたんですけど、一旦普通に無敵フレーム付きの回避にしてしまって、つまり方向を指定しなくても、無敵フレームで避けれると。その上でさらに、これも一緒だね、パリと。方向を合わせた場合は、まあなんか敵の動きがスローになるとか、まあ、回避致命みたいな感じで、超でっかい一撃を与えれる。っていう、まあ方向は、基本考えなくていい。考えれたら、さらに嬉しいよっていう方向性でいこうかなと今思ってますね。アクションのご褒美をもっと豪華にする方針。そうだね。だからこの方向を合わせた時のでかい一撃っていうのは、まあ、例えばカメラの振動とか、特殊なカメラ入れたりとか、戦闘のリズム崩さない程度にだけどね。それくらい、もうシステム側からプレイヤーに拍手してあげるみたいなのは必要だと思いますね。その場合、対人戦で後手有利になりすぎるのではないでしょうか。現状、今の地罰でも、実は接議って全部パリと公費ができない仕様なんですよね。そういうパリ不可公費不可のアクションから起点を作っていくっていうので、対人戦。まあ、対人戦はでも一旦考えない方がいいと思うんで、まあ、でも考えるとしてもそういう解決方法はあるのかなって思ってます。体験版アップロードお疲れ様です。私は体験版の雰囲気尖っていてすごく好きでした。結局みんな満足させようとすると、いわゆる大手が出すゲームと変わらなくなって70点のものになってしまう気がします。私はハイテカさんの思う世界一を遊んでみたいと思いました。応援しています。まあ、その意見もね、尖ってていいよっていう意見も割とあったんですけど、さすがに尖りすぎかなっていうのもちょっと自分で思ってて、最終的に全てのアクションを使えるようになった熟練のプレイヤーがラスボス戦ぐらいまで攻略を進めていった場合、結構現状の地罰で俺自身がミセプしながら戦ってる時みたいな、ああいう戦闘のイメージになるのは継続なんですけど、そこに至るまでの道というかね、もうちょい直感的な操作にしたりとかっていうのは考えてるんで、まあもう少しもっとだね、正直。もっと尖ってる部分は一旦外した方がいいかなと思ってる。で、外したとしても結構尖ってるんで、おそらくね。まあ、HP とかスタミナっすね。HP、スタミナと方向属性の UI か。超眼っていうシステム自体を廃止して、まあ、ロックオンしてたら常時表示っていう、まあ、シンプルな方でいいのかなと、現状思ってます。方向属性の UI はね、ちょっと今ちっちゃすぎるんで、まあ、キャラの外側を360度覆うぐらいのデカさにして、まあその上、方向属性の UI、あれ黄色一色でしたけど、あれまあ側撃黄色でいいとして、銃撃は赤にするとかね。それくらいわかりやすくはした方がいいかなって考えてます。仕切り直しができるギルティギアのバーストのようなものがあれば、攻撃時のスタミナはなくてもいいと思います。仕切り直しね、実は現状の地罰でもできる技が2つあって、まあ MP 使用しちゃうんだけど、下方向の接議の地煙っていう技。無敵フレーム付きで暴れられるっていうものと、左方向の弱接議。旋風っていう。まあ、発生フレームが速いのとパリ判定付きだから、仕切り直しやすいっていう技があるんだけど、まあ、説明不足ですね。これに関しては。説明不足だったんで使ってもらえなかったっていう形。
で、スタミナに関してはね、一応攻撃アクションでは消費しないで、ここまでやってきたんですけど、確かにね、攻撃にもスタミナ消費するっていう方針にするのも、一つの手ですね。設備は切り替えられたらよかったような気がする。そうですね。今ちょっと操作システムとかも考え直してて、これ全然確定じゃないんですけど、設備はここっすね。四角ボタンと三角ボタン。ワンボタンで出す。で、2つまで。これくらいシンプルにした方がいいかなって思ってますね。ワンチャンプレイヤーが成長、PS 的に、プレイヤースキル的に成長していって、ストーリー中盤ぐらいから4つに増えるとか、ストーリー終盤ぐらいで8個になるとか、増やすとしてもそれくらいのゆっくりしたペースで増やさないとついてこれないと思うので、基本ゲーム始まった瞬間は2つでいいと思いますね。で、設備っていう名前もね、ちょっともう、こだわりでしたんですけど、もう読めないんで、これ、普通。アーツとかでいいと思います。スタミナは減らなくてもいいんですけど、即撃の回数に制限は欲しい。そうっすね。とある配信で出てた案なんだけど、即撃連発するごとに、どんどん方向属性の UI が広がっていって、つまりパリーされる角度が増えていくみたいなね、ことを言ってくれてる方もいましたね。ちょっとややこしいかな、それも。それだったらシンプルにしていくんであれば、攻撃にスタミナ消費つけちゃう。でもね、赤狼とかもさ、攻撃ってスタミナ消費ないからさ、なくて、戦闘を作れてるから。別に、もっと弾きが簡単になるからね、これ。さっき言ってたワンボタンで弾けるようになるっていう。そこで攻守交代は起こりやすくなるんじゃないかなと思ってますね。個人的にアーツのクールタイム性は好きじゃないです。使いすぎるとデメリットがある現状の方が。そうだね、そこも現状の千罰の特色なんですけど、千罰も残すのであれば、これですね、超筆、すごいアーツっていうのを用意して、ウルトみたいな感じだね。ウルト使ったら千罰が来るっていう。これくらいシンプルでいいかなと思ってて。普通のアーツはクールタイム性で使わせて、超筆打ったら千罰が来るっていう方向で、千罰のね、頻度が多すぎるとか、戦闘に与える影響でかすぎるみたいな問題もあるんで、現状。これくらい千罰来る頻度は少なくしてもいいんかなって思ってます。その千罰が来た後に、座標の遊びができるじゃないですか。戦場にオブジェクトが発生して、その位置取ったやつ有利だよみたいな。位置取らなくても武器投げたり弓打ったりしてオブジェクト利用したら有利取れるよっていう、そこは面白い点の一つだと思ってるんで、千罰の頻度とかはめちゃくちゃ減らすけど、そういう読み合いはあっていいのかなと思ってます。一対他になった瞬間どうするこのゲームと今も思う。これリリースする前の話なんですけど、複数戦のこととかも考えてて、体験版で出てくる敵って全部エリート戦士みたいなやつらなんですよ。メイを使える。もっとね、クソ雑魚な敵、要はメイを使えない一般通過雑魚兵みたいな奴らを追加して、主に複数戦はそういう奴らとするみたいなね、感じで考えてたんですけど、それもね、この今後の方針にもしなった場合は、ロックオンしてる方が戦いやすいタイプのゲームみたいな感じになるんで、複数戦も対応可能、より対応可能になるかなと。あいつら黒騎士ってことね。わかりやすい。いいコメントですね。現状、高い位置で使える汎用座ってのがないように。そうだね。そこもちょっと PVP 見すぎて、この体験版作っちゃったんで、わかりやすいさ、自己中心爆発みたいな、ベジータのファイナルエクスプロージョンみたいな、ああいう技あってもいいよね。普通に、設備で。カメラの距離もそうっすね。不満点として多かったところで、ちょっとカメラはマジでがっつり変えんといけんね。方向属性、役割減らすとはいえど、一応残る方針なんで、今のところ。だとしたらカメラの距離とかはちょっと難しいね。近さはリンク感ゆえなのかなと思ってました。そのつもりだったんですけど、目線がずっとこうなっちゃってましたね。この2年間。もっと早く体験版公開したかったっすね。今回体験版出せたんで、そこにアップデートしていく形でみんなにプレイしてもらいながら、やっていけると思うんで。死んだ時のカメラリセット。あれは申し訳ないです。完全に。仕様のミスですね。あとあれか、不満点で、抜刀納刀関連ですよね。ガードとか攻撃をした時に抜刀してほしいっていうのと、弓打った後に納刀になるのがうざいっていう。これはもう完全にその通りです。弓打った後とかもね、もう俺自身がプレイするときはさ、もう弓打った後抜刀するのまでセットで操作しちゃってて、その視点が完全に足りてなかったですね。抜刀の音はオート操作。ロックオンした時に勝手にしてくれるとか、それこそガードボタン、攻撃ボタンを押した時に勝手にしてくれる。抜刀攻撃みたいなのあってもいいっすよね。攻撃方向の誤差を45度から60にするとか。それか、3方向にするってのもありっすね。フォーナーみたいに。120度ずつの3分割にして、上と右下と左下みたいなぐらいにしてもいいかなって思ってますね。
公開前に身内でテストプレイしてくれる人いなかったんですか？一応講談社社員さんですかね。まあ身内というか。だけど、まあ正直回数は足りてなかったですね。うん。僕が、なんか任せてくださいみたいな感じで作っちゃってたんで。で、しかも僕は YouTube で毎週動画上げてたってのもあって、向こうもなんか変に安心しちゃってたのかなと思いますね。でも YouTube で見せてる戦闘動画ってさっきから言ってるように、いい感じに見せプしてるあれなんで、それはまあ良さそうに見えるよねっていう話ですよね。はいたかさんのやりたいことは変えないでほしいかなって思った。まあやりたいことは変えずに、もっと直感的な操作にしていって、もうちょいシステム単純にしていく。最初入りのシステム単純でも、どんどんプレイヤーもね、習熟していくんで、そこからちょっと複雑なこともできそうだなっていうのもあるんで。ずっと話してる内容は戦闘システムだけで、このゲーム RPG にすることは考えていないのかな。とりあえず戦闘から作っていくっていう順番にどうしてもなっちゃいますね。実はね、お話とかも講談社と話し合って、結構がっつり決まってたんですけど、そのゲームのシステムをね、今回から大きく変えていくんで、ちょっとストーリーにも影響出そうですね、今のところ。で、あと RPG といったらやっぱ成長要素が一番大事だと思うんですけど、そこも現状全く作れてないですね。まあ成長要素はそれこそ設備をね、四角ボタンと三角ボタンのワンボタンで2つしか覚えれないっていう風にするんだったら、まあゴッド・オブ・ウォーのアーツみたいな感じで、報酬として新しいアーツが手に入るとか、そういうこともできそうですよね。あとレベルで経験値貯めてスキルポイント振って、まあアーツを手に入れたりとか、できることが増えていく。みたいな方向性でいきたいですね。フロムゲーを目指さない方がいい。もっとアクションゲームにした方がいい。実はね、あんまり目指してるわけではないんですよね。結構体験版も全然フロムゲーと違ってたと思うんですけど。意外とね、そうなんですよ。目指してるところは全然違ってたりするんですよね。ゲームシステムと親和性の低い、薄いストーリーにならないか心配。フォースポークンはそれで失敗してるから。なるほどね。ちょっとね、ストーリーに関してはもうね、ぶっちゃけもっと講談社頼った方がいい。なんかそれこそ原作つけてもらうとかね。千罰とか第一進行っていうところあたりは継続できそうなんで、まあその講談社と考えてたっていう例のストーリーもぶち壊しになるっていうことはない。ストーリーはマジで原作つけてほしいです。まあそうっすよね。まあでもそこ講談社がめちゃくちゃ得意なところだからね。千罰ちぎりは廃止しないでください。まあ千罰もね、今説明してきた内容では一応残る予定なんで。この今説明してる内容ってまだあれなんでね、全然確定じゃないんでね。今週ある講談社とのミーティングでどうなるかって感じなんで、戦闘システムより他の革新的なゲーム性とか世界観を優先した方がいいと思うのは俺だけ。その戦闘システムで革新的なことをしたいっていう感じなんですけどね。まあやっぱそこが自分の一番得意なところなんで、ここはどうしても中心には据えることになりますね。GCL から資金提供終わった後って講談社からのサポートってどうするんでしょうか？今現状資金提供終わってて、今年の3月までの契約だったんですけど、まあなので今週のミーティング次第ですね。体験版リリースの次の日だったかな？一回、講談社の偉いさんと直接電話して、こういう風に考えてますみたいなことは伝えて、結構向こうサイドもポジティブな感じだったんで、いい方に進んでくれることを願ってはいるんですけど、でもね、会社だからね、企業だからね、一応儲けを出すっていうのが企業の存在理念なわけで、今のところ千罰は1円も儲かってないですからね、っていう厳しいところはある。もし仮に契約打ち切りとかになっても、昔に戻るって感じですね。昔フリーターしながらゲーム作って YouTube に上げてってやってたんですけど、その頃に戻るっていう感じですね。でも現状ポジティブに見てくれてるっぽかったんで、そっち方面で考えてはいるんですけどね。クラファン大丈夫なんですか？クラファンなんですけど、実はね、これも全然確定じゃないんですけど、一回返金させていただこうかなと思ってます。ちょっと、クラファンは講談社も噛んでるんで、僕の一存で決められないんですけど、ちょっとね、正直、資金をいただくようなレベルに達してないっていう風に思ってるんで、そうですね。実力不足ですね。なので、一旦返金すべきかなと思ってます。で、そのこともね、リリース後の偉いさんとの電話で言ってるんで、もし返金になった場合はね、講談社がちゃんと返金対応、キャンプファイヤーと連携してやってくれるんで、返金になったとしたらちゃんと、ロスなく返金できるはずです。
現状ね、まだ継続してる状態なんですけど、僕はそういう風に考えているって感じですね。でも資金持って仲間増やさないと開発これ以上進まなくないですか？そうですね。資金も仲間も欲しいところではあるんですけど、一応考えうる最高の展開としては、講談社との契約が継続になれば少なくとも今の三つさんとのタッグは継続できるんでって感じですかね。一応次の目標というかゴールが一旦値段1000円ぐらいで、1000円ぐらいが妥当な値段で売れるものをちょっと作りたい。PVP 捨ててね、一旦 PVP 捨てて、アクション RPG、成長要素とかね、お話の部分も入れて1000円分ぐらいのところまで作りたいという感じで考えてますね。ヨースコー TV さん、スパチャありがとうございます。この方もね、知ってる人多いかもしれないですけど、僕と同じゲーム制作系の YouTuber ですね。このスパチャ代で桜井正宏さんに会いに行ってください。これからも応援してます。500円じゃ会いに行けねえよ。桜井さんね。桜井さんのチャンネルガチでおもろいよな。てか多分だけどさ、桜井さ、多分 YouTube 始めるときにさ、競合の調査とかしたと思うんだよね。ゲーム制作系の YouTuber。多分かなりの高確率で俺のことを知ってくれてるような気がしてるんだよな。という妄想です。結局売れるゲームっていうのは開発者が作りたいゲームじゃなくてみんながやりたいと思えるゲーム。ハイタカさんはそこを変えないとダメだと思う。そうですね。あまりにもハイタカの理想の押し付けが激しすぎたと思ってます。やっぱり体験版リリースしていろんな人が配信とかでプレイしてくれて、それを見る。めちゃくちゃ配信、この数日間見まくってたんですけど、やっぱね、人がプレイしてるところを見るとめちゃくちゃ客観的に見れますね。何か落ち込んでる？絶対うまくいきますよ。正直、リリース直後はね、ちょっと落ち込んでましたけど、もうだいぶ持ち直してきましたよ。理想を押し付けないというより押し付け方がうまい。確かにね、そうだよね。そのゲーム独自の理想とするゲームプレイっていうのがあって、それは他のゲームとは結構違ってるんだけど、それの押し付け方っていうかね、教え方がうまいゲームがいいんですよね、やっぱ。パリした時のリターン少なくない？その声もめちゃくちゃ多かったっすね。これはもう完全な言い訳なんで、適当に聞き流してほしいんですけど、一応パリ後に側撃が間に合うフレームになってますね。初期バージョンの状態でも。作上連撃後に接議でコンボ飛ばしていくみたいなね、感じで考えてたんですけど、それをプレイヤーの皆さんに伝えることができなかったっていう。パリして殴ったらパリされ返すからね。ガチでフレームガチガチに作りすぎて、ちょっとでも遅れるとそうなるんですよね、マジで。パリ取って、側撃入れようとして、先行入力とか聞かせながら最速で側撃打たないと間に合っちゃうんですよね、相手のパリが。ちょっとね、あまりにも PVP を意識しすぎたね。フレームがガチガチすぎる。PVP だとパリ合戦になりそう。これも説明不足なんですけど、接議がね、全部パリ負荷と公費も負荷なんで、そこで崩していくみたいなね、PVP を考えてたんですけど、だから全部ね、PVPを変に意識しすぎたせいで、プレイヤー置いてけぼりなんですよね。ここが本当にダメなところ。なので、やっぱね、一旦次の新生地罰は、一旦 PVP は考えずにね、作るべきだと思いますね。ドラゴンとは戦うのかな？それをね、一応、モンスター戦も入れたいと思ってるんですけど、ちょっと先が遠いっすね。とりあえず、次の新生地罰は、今回みたいなプレイヤーと同じルールで動いてる敵じゃなくて、ちゃんとしたエネミー、雑魚敵みたいな、ゼルダに出てくるボゴブリンみたいな、ああいう、切られ役というかなんというか、そういうやつをから作っていきたいですね。批判多いけど、これが現実。折れそうになることはこれまでもあっただろうし、これからも絶対あるけど、始めたからには進み続けないと。途中でやめるのが一番簡単だけど、一番選んじゃいけない選択肢だからね。とにかく先に進み続けてくれ。頑張れ。これ言おうかどうか迷ってたんですけど、実はそのリリース後のクリエイターズラボのね、偉いさんから電話来たって時に、その人、僕を取ってくれた人なんですよね。クリエイターズラボに。要は、第一期生として選んでくれた張本人なんですけど、なんかその時マジで落ち込んでて、なんか一回ちょっと弱音吐いちゃって、で、そこでね、なんかその人が、ハイタカさんやっぱり僕らのヒーローなんですよ。世界一目指して頑張ってくださいって言ってくれて、ちょっと目頭が熱くなりましたね。そんなところですかね。ちょっと、情報の整理と切り抜き動画作るんで、それで共有はしたいですね。で、今週にね、その講談社とのちゃんとした
打ち合わせ、ミーティングがあるんで、その結果どうなったかですよね。そこが一番重要なんですけど。でその結果とかもね、多分日曜の動画でご報告できると思うんで、そこですかね。そこをちょっとお待ちいただければと思います。じゃあちょっとね、短いんですけど、今日の配信は一旦終わろうかなと思います。なんかみんなと喋れてめちゃくちゃさらに元気になりました。ありがとうございます。よし。じゃあ終わるか。飯でも食うか。ね。ちょっとうまいもんでも食おうかなと思います。じゃあ、お疲れ様です。ありがとうございました。